青鳥歩夢のゆるあゆラジオ。皆さんこんゆです。3月10日金曜日、本日もパーソナリティは着ぐるみ系 VTuber の青鳥歩夢がお送りいたします。最近花粉がすごいですね。僕あれですね、花粉すごすぎて頭痛と咳からなかなか解放されなくて、もう結構辛いです。でも春は結構好きなんですよね。桜とか好きなので、もうちょっとしたら結構散歩とかしたいかなと思っております。皆さんはいかがですか？春とか好きですかね？花粉が強いから春嫌いって人も多いかなと思うんですが、桜のイメージとかでね、お花見とか、あと入学式とかのイメージもあるので、割と好きな人もいるんじゃないかなと思います。それでは本日もゆるラジ始まります。この番組は青鳥歩夢がゆるゆると雑談したり、自分が推しているものを紹介したりする番組です。毎週金曜18時半に公開予定ですが、リアルタイムではなくいつでも聞ける感じでやっていきます。コンセプトはのんびりとして画面を見ずに運転中や寝る前に聞けるラジオを目指していきますので、ゆっくりと聞いてください。お便りも募集していますので、概要欄にあるお便りの出し方からお便りを送っていただけると嬉しいです。はい。それではですね、本当にね、最近花粉が激しいですよね。僕、目がかゆいのと、頭痛というか頭が重くなっちゃって、割と夜とかね、起きてるの辛いんですけど、まあ皆さんご存知の通り、僕なかなかね、仕事の時間が長いのでね。だいたい朝、今5時とか4時ぐらいまでは仕事してるかな。なので、割と夜仕事してて結構頭辛くなってきましたね。どうですか皆さんは？花粉ね、ダメな人は本当に花粉症辛くてもうやだって目取り出して洗いたいっていうぐらいになる方もいらっしゃいますからね。ある種の現代病なのかなと思いつつ、早く特効薬じゃなくても抑えられる何かが出てくれると嬉しいななんて思います。あとですね、実は今日の収録は珍しく日中にやっております。昨日3月9日の夜に撮ろうと思ってたんですけど、9日の夜ちょっと外でお仕事してたんで、そのままご飯外のお店に食べに行って、いつもの飲み屋さん、新宿御苑にあるね、日本酒バーたもとさんっていうお店なんですけど、そこは僕よくツイッターで紹介してるんで、全然お店の名前とかも言っちゃうんですけども、そこにね、行って、美味しいお酒とご飯食べながら WBC 見てました。いや、久々に野球見ると楽しいですね。やっぱり、野球好きなんですよ、僕も。大谷選手もすごかったし、他の選手もね、もちろんすごかったなと思います。ただ最近の選手、僕さすがに名前がわからないんで、いいピッチャーいるなとか、いい守備してるなとか、バッターの体がよく回って、うまく打ててるなとか、そういう見方になっちゃうんですけど、誰が好きっていうよりも野球が好きなので、見方としては僕は誰ファンとかいう見方はもう卒業してしまった感じですけど、チームとしての推しは阪神です。侍ジャパン昨日無事勝ててよかったなと思います。今日のね WBC もちょっとね見れたら見たいななんて思いつつ、うちテレビ繋がってないんで、どっかで外で見れればなと。夜ね、人とご飯というか自分のモデルとかお仕立てしていただいているスライムさんとちょっと飲みに行こうって話をしているので、そこで映っているといいなと。行く場所がスポーツバーなんで思っております。はい。野球とかどうですかね皆さん。野球好きな国というか、野球が流行ってる国って実は世界中見るとそんなにないんですよね。確かね、日本と韓国と台湾だっけな、台湾と、国地域で言うと台湾、アメリカ、キューバも野球は強かったなという覚えがありますが、そのあたりなのかな。どうなんだろう。野球よりサッカー好きっていう人の方が若い人は増えてきたっていう話を聞きますけど、僕は実は逆にサッカーね、あんまり得意じゃないんですよね。ただ、キングカズのファンではあります。昔に、キングカズにサインをもらったことがあるんで、その兼ね合いもあって、なんかすごく、三浦知良選手のイメージが強くて、サッカーと言ったら三浦知良選手みたいなところが僕の中に残ってますね。はい。そんな感じで野球とかのお話とか飲み屋のお話とかゆるゆるしてますが、それではいつものコーナーに行きましょう。
推しの話をしよう。このコーナーは僕青鳥歩が最近ハマっているもの、推しを語るコーナーになります。第1回から第5回、実は漫画の話をしてたんですけど、今週、5回やったので、今週分から第6回からゲームの話をしていこうかなと思っております。ですので今回は、僕がよく推しゲームだっていう、ツイッターでも言うし、配信でもよく言っている、セブンスドラゴン2020の話をしていきましょう。発売元はセガさんで、開発元はイメージエポックさんですね。はい、発売日は2009年3月5日 PSP で発売されているゲームになります。で、あらすじ、大枠のあらすじというかストーリーというかっていうところで言うと、西暦2020年地球外生命体ドラゴンの襲来により地球は異界へと変貌してしまう。国土の 98% がドラゴンの支配下に置かれた日本政府は異能者を集めた魔物殲滅のための特殊機関村雲の力を借り東京奪還へ打って出ようとしていたというところがプロローグのところのあらすじになりますね。2020年すでに過ぎてしまいましたが、ドラゴンは襲来しませんでしたね。ドラゴン襲来しなかったけど、コロナが襲来してましたね。そのぐらいの時期にちょうど。ね世界観としては近未来というか現代というかっていう形の、世界観になっています。で、キャラクターは、主人公は実はこれ制作キャラなんですよ。世界一の迷宮とかそういう感じで自分のキャラクターを制作して、やるゲームで、僕は割と侍とか、サイキッカーとか好きで、ただ人気高いのはハッカーの女の子なんですよ。で、職業と見た目実は合わせなくてもできるんで、僕、ハッカーの女の子の見た目でサイキッカー作るのが一番好きでしたね。で、あと、侍の女の子と僕はデストロイヤーっていう組み合わせが好きです。実際配信もそれでプレイをしてました。で、そういう主人公のが制作キャラで、その主人公目線でいろいろ世界の動きとかいろんなキャラクターとの話とかを見ていくというゲームになります。で、他のキャラクターとして名前だけ挙げますね。夏目さん、桐野くん。この2人は村雲の機関の人たちですね。あと、ナブ 3.6、ナブ 3.7。この2人は、あれですね。その村雲機関の人なんですけど、ちょっと秘密があると。で、あと、ガトーさんと葵ちゃんかな。で、ここまでが村雲メンバーということになります。他にも絡んでくるのは自衛隊とか、スカイっていう不良集団みたいな、チーマー集団みたいなの出てきます。あとはアメリカ合衆国政府と日本政府というのが絡んでくるお話で、最終的に世界規模の話になったりもするんですけど、このゲームね、僕すごい好きなのは、ストーリーがまず好きです。悲しいこともいっぱいあるんですよ。今ご紹介したキャラの中で死んでしまうキャラクターもいますし、その時にいろいろ託されていくものが主人公たちはあってみたいなところもあるんで、本当に追い詰められた世界の人間たちみたいな人間模様がすごくうまく描かれてるんではないかなと思ってます。もちろん名前のないキャラ、いわゆるモブキャラみたいなところ、一応本当は全員名前あるんですよ、モブキャラにもなんですけど、その人たちにもその人たちの悩みとかそういうのがあって、そういうのから発生する依頼を解決していったりとかいうのもあるんですね。で、旦那さんが死んでしまった奥さんの話であったりとか、ねえねえみたいな子供の話とかいっぱいありましたね。ほんとね、細かいところはちょっと配信を見ていただくと僕が要所要所で泣いているのがわかるんですけど、そんな中で、推しキャラは難しいんですけど、見た目で言えばナブ 3.7、ミーナちゃんってよくあだ名がつけられる子が僕は見た目で言うと推しです。で、キャラの厚さで言うとガトーさんとか好きですね。ガトーさん、葵ちゃんみたいなとことかはキャラの厚さで言うと好きですね。はい。細かいところは本当にやってみてほしい。どんな話か気になったら本当にね、買うのもPSP だしって思ったら、
配信でやってますので、ストーリーを最初からクリアするところまでかな。隠しはやってないんですけど、ぜひ見ていただけると嬉しいななんて思いつつ。で、実はこれ2020の後2022があるんですよ、ゲーム。2022はまだ配信でもやってないんですけど、このセブンスドラゴン、通称7ドラと呼ばれるシリーズは実は4部作で、これ2作目なんです。で、遥か過去のアトランティス大陸が1作目。で、2作目が2020。で、2020の話が終わった翌年の話が2022。で、さらに、80年ぐらい未来だったかな。セブンスドラゴン3っていう形になるんですけど、3までやって、一つの物語が完結します。そうですね。そこで出てくるキーワードで、2020以降のやつのキーワードなんですけど、13番っていう、ワードが出てきます。村雲のその主人公たちの舞台は13番って言われるんですね。3とかの時代もその伝説の13番にあやかってチーム名13番って名乗ったりするんですけど、本当に人間模様と託されていくものって大きいんだなっていう、人から人に何かを託していくって大事なことだし、大きいものなんだなっていうのを学ぶじゃないけど、そういうものを見ていく物語かなと僕は思っております。そうねどこまで話したらいいんだろう。結構ね、その主人公たちは得意な才能があるんですよ。才能にランク付けがあって S 級って呼ばれる一種の天才っていうのが一箇所どっか突出した才能、近接戦の武器に優れてれば侍っていう職種に就くし、破壊力みたいな、殴る力みたいな、素手の格闘能力みたいなのでデストロイヤーだったり、で、ハッカーとかサイキッカーとか、そういういわゆる S 級能力者っていうのが集まってるのが13番、主人公たちですね。で、他の S 級としても入っているのが、ガトさんとか葵さんっていう別の部隊ですけどいて、夏目さんなんかは、オール A 級能力者みたいな形で出てくる、村雲の司令官です。で、スカイのメンバーもね、その不良集団、チーマー集団みたいな言い方をしたんですけど、すごく物語のキーになるところを持っていくんですね。なぜ彼らは、チーマー集団というか不良集団みたいな生き方をしているのかみたいな話とかもちゃんとあって、結構阻害された生き方であったり、ある研究施設から逃げ出してきた人たちの集まりで、日の当たる場所では生きていけないみたいな話であったりとかっていうのも結構絡んでくるので、ドラゴンの襲来を実は予期していたみたいな話もちょっと出てきたりして、本当にストーリーがいいゲームです。で、ゲームのグラフィックというかバトルの表現とかも僕は今でも割と通じる。逆に出来はすごいと思いますね。今のゲームの流行りってすごくポリゴンとかをリッチに綺麗にみたいな見せ方なんですけど、やっぱり PSP ってハードの問題、携帯機なのでハードの限界とかもあるので、その中でいかに面白く飽きさせない見せ方をするかっていうのはうまかったんじゃないかなと思います。今のゲームにね、大事なのはそういうところかなというのも僕は個人的に思っているところですが、そういうのも含めて僕の推しゲームのセブンスドラゴン2020ですので、ぜひぜひ皆さんもプレイしていただけると僕は大変嬉しいです。はい、喜びます。そんなわけで今日の推しの話をしようはセブンスドラゴン2020でした。もしよかったら前に配信で去年かな、一昨年去年でやってるので、再生リストもありますので見ていただけると嬉しいです。はい、それでは本日のゆらゆラジオはこの辺でおしまいになります。お便りはマシュマロにて募集しております。ハッシュタグゆらゆラジオをつけてご応募ください。募集テーマはフリーテーマ〇〇についてのように皆さんの推しを教えていただけると嬉しいです。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。提供は青鳥あゆむがお送りいたしました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは皆さん、おつゆでした。良い週末をお楽しみください。バイバイ、またね。